皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢の細かなニュースについて取り上げていきます。前回の動画でロシアの通貨ルーブルが非常に弱くなっていることをお伝えしました。これはアメリカによる新たな制裁によってロシアの大手銀行ガスプロムバンクに対する制裁が強化されたことが直接的なきっかけだと言われています。この制裁にはその他のロシアの銀行なども多くが規制対象となっていましたから、その影響は非常に大きくなると見込まれています。通貨が弱くなることによって輸入物価が非常に高くなることが考えられており、ロシア国内における物価高といったものがまたロシア国民の動揺を誘うことでしょう。しかし、このような状況に対して、ロシアの中央銀行は、これはあくまでも投機筋による一時的な動きにしか過ぎず、ロシア経済の実態を表すものではないとして、国民に対しては動揺しないようにと呼びかけを行っています。しかしこれは非常に奇妙な呼びかけだと言えるでしょう。ルーブルはここ直近の動きとして10から 15% 変動しました。ここ半年という長いスパンで見ても変動は 20% を超えており、投機筋による攻撃としては期間としても長く、そして変動幅としてもかなり大きなものです。これが一時的な攻撃だというにはちょっと通貨安が行き過ぎでしょう。この変動が本当に投機筋の一時的な攻撃だけだとすれば、ロシア中央銀行が敗北していることを意味しています。実際にはそれはあくまでも言い訳の一つで、実際問題ロシア経済には制裁による悪影響が非常に大きく出るだろうという実態に即した動きだと私は思っています。なお、通貨が大きく価値が変動することによって貿易関係にも支障が出ています。契約段階と大きく価値が変わるわけですから、もう一度契約をやり直してほしいという、そうしたビジネス上での問題点が、これまた物価高を促進しようとしています。また、今回のルーブルの下落へとつながった制裁、これが新たな動きを引き出しました。それは中国からの規制の強化です。中国は様々な物品をロシアに輸出しています。特に制裁対象でない物品については大いに輸出をし、ロシア経済の中で中国企業のシェアを拡大を図っています。しかし、軍需物資へと転換が可能であるようなものについては、アメリカからの制裁対象になりかねないとして、迂回輸出といったものが行われるようになっています。中国からロシアへと直接送るのではなく、中国からカザフスタンや一旦かなり遠いですけれども、サウジアラビアやトルコといった全く別の国、そしてペーパーカンパニーをいくつも挟んでの貿易なども行っているとされています。今回、ロシアの銀行などに対する制裁が強化されたことに伴って、中国も巻き添えを食らわないようにと規制対象の物品を拡大したと言われています。これに伴って迂回輸出をしなければならない物品も増えるわけですから、当然間に挟んでくる業者がそれぞれ利益を上乗せしてきますので、ロシアにとって不利な貿易といったものが今後も増えることでしょう。さて、それではルーブル安についての話はここまでで、新たなニュースについて取り上げていきます。まずは地上戦の激しさを示すデータが上がってきています。ウクライナ側が発表している戦果報告、ロシア軍に与える打撃について表がまとめられています。11月29日、過去最多の成果を上げたことが報告されています。ロシア軍兵士に対する攻撃で死傷者が2030人、戦車8両撃破、装甲車33両撃破、1日の死傷者数が2000人を超えたのは今回が初めてだとされています。これまで記録されていたものでは、11月12日の死傷者数1950人というのが最多でした。現在、ロシア本国領クルスクでの戦いも激しく、さらにはウクライナ東部戦線、さらには南部戦線においても戦闘がいくつか報告されており、どの戦域においても非常に多くの突撃兵の姿が目撃されていることから、ウクライナ軍の迎撃によってロシア兵にかなりの死傷者が出ているようです。地上戦闘も激しいのですが、遠距離攻撃戦においてもロシア・ウクライナ双方の攻撃が激しく行われています。まずはロシア側からウクライナへの遠距離攻撃。右が11月28日における飛来したミサイル、そして大型ドローンの迎撃数です。この日はミサイル76発、無人機35機を撃墜しました。そして左が翌11月29日。こちらはご覧のようにミサイルの姿はありませんが、大量の大型ドローンの撃墜を報告しています。
ロシア軍による遠距離攻撃の特徴は何といっても民間人を狙うことです。特に大型のドローンについては速度が遅く、対空機関砲での対処もできることから多くを撃墜することができています。問題なのはミサイルで、こちらの方は欧米から供与されたパトリオットミサイルのような迎撃能力の高いミサイルが必要で、その場合だとどうしても撃ち漏らしが発生します。11月28日におけるミサイル攻撃においては、発電施設などに対する攻撃が大きな被害をもたらし、ウクライナの各地で停電が発生しています。大型の発電施設は直すのにも時間がかかりますし、費用も必要です。迎撃用のミサイルもウクライナでは国産することが難しいものですから、なかなか被害をゼロにすることができません。そして発電施設を襲うことによって電力を奪えば、これからの冬において電気を使うような形での暖房に大きな支障が出ます。ロシア、ウクライナ地域においては非常に冬が厳しいものですから、暖房が使えないことは生死に関わります。また、ウクライナ経済にとっても停電地域が広がれば、それに伴って経済活動も非常に抑えられてしまいます。そうした社会インフラに対する攻撃だけではなく、集合住宅を狙う攻撃も各地で発生していますから、ロシアの攻撃はウクライナ国民の戦う意欲をいかに削ぐかに力を入れています。このような作戦は民間人をつくねらったものであり戦争犯罪です。一方、ウクライナも遠距離攻撃を仕掛けたことを報告しています。まずはクリミア半島にあるロシア軍の対空陣地に対する攻撃。クリミア半島中ほどにあるロシア軍陣地にはロシアの主力対空兵器 S400 による防空陣地が築かれています。周辺地域のウクライナ空軍の動きを牽制するものです。しかし、ロシア軍の S400 は巡航ミサイルのストームシャドウやスカルプに対する迎撃力が全く足りておらず、今回も攻撃は成功したようです。かなり大きな爆発が地元住民から報告されています。続いて別作戦での遠距離攻撃。こちらはウクライナの東部戦線を飛び越えてロシア本国領にある石油備蓄基地に対する攻撃を行いました。ロストフ州カメンスキーにある石油備蓄基地。こちらに対する攻撃では2つもしくは3つの石油タンクが防空網をすり抜けて攻撃に遭いました。使用された兵器はミサイルではなく大型のドローンだったようです。この地域にある石油備蓄基地は何度もウクライナ軍が攻撃し、その度にいくつもの石油タンクが燃えるものがなくなるまでひたすら炎上し続けるといったことを繰り返しています。ロシア軍は一般市民を付け狙い、一方でウクライナ側はロシアの戦略資源やロシア軍そのものを狙うといった具合にしてかなり対照的な動きだと言えるでしょう。今回ロシア軍の死傷者数が過去最悪を更新しているといったこともあって、現在の戦闘がいかに激しいかを物語っています。しかし、ロシア側の方は常に兵士の補充政策といったものを次々と打ち出しています。これまでもこのチャンネルでいくつかご紹介してきましたが、まずは刑務所から生き残ったら残りの刑期を免除してやるとして囚人兵をかき集めました。次に刑務所に送られる前の人々、裁判中であっても軍へと志願すれば生き残れば犯罪そのものについて不問にするといった政策も取られました。単純に高い給料を提示することによって特に地方での稼げない人たちを大量に軍へとかき集めるといったことも行われましたし、軍へと受け入れる年齢制限についても大幅に緩和し、平均寿命の短いロシアにおいて非常に高齢者の人たちも軍へとかき集めました。亡くなった人たちに対する扱いとしては、ちょっと怪しい話ではあるものの、ロシア軍兵士として死亡した場合においては高い見舞い金も出すといった話があります。この話の怪しさというのは、ロシア軍においては脱走扱いといったものが非常に多く出ていて、これは本当に脱走したのではなく、高い見舞い金を出さないようにするために、書類上では脱走したことにしてしまっているのではないかという疑惑などもあります。そして、海外から兵士の調達、高い給料で楽な仕事があるよう、ロシアにぜひとも来てねといった話をして、騙す形で軍へと契約させ、戦場送りにしてしまう。ニュースになったのは、
ロシアに対して抗議する政治力があるインドぐらいなもので、その他はアフリカ大陸や中東地域からの騙されてやってきた男たちというものはそのまま戦場で亡くなっている可能性があります。そしてそのような騙すといったことはどうしても数としては少ないものですから、まとまった兵士の調達として選ばれたのが北朝鮮。現在北朝鮮からは欧米の報道によれば1万5000人から2万人程度まで兵士の増員といったものが行われていると言われています。展開している地域はロシア本国領クルスク州、ウクライナの東部戦線、南部戦線にも北朝鮮の兵士が派遣されていると言われています。ウクライナ軍による迎撃戦闘といったものは、こうしたロシア側の兵士補充政策を上回る形で成果を上げなければ、ロシア軍の戦力を削り切ることはできません。守っている側の方が有利ではあるものの、だからといってウクライナ側も被害が出ていないわけではありません。問題なのは、たとえ犠牲者が少なかったとしても、兵士の補充能力でロシア側を下回れば、戦場においては兵士不足といった問題が発生してしまいます。そして、今まさにウクライナが抱えているのが、弾薬不足よりも兵員不足の方が今問題としては深刻化していると言われています。2022年から2023年にかけてのウクライナ軍は、兵士はいるんだけれども弾薬が十分ではないといった問題から戦力不足に陥ることがたびたび指摘されていました。2024年においては、こうした弾薬類についてはある程度あるのだけれども、十分な兵員が揃っていないがために、ロシア軍の動きを十分に抑えきるといったことができなくなっており、じわじわと東部戦線においてロシア軍が占領地域を広げる原因となっています。ロシア軍の攻撃を抑えるためには、現在のような1日の死傷者数が2000人を超えるような状態を非常に長くキープすることがウクライナにとっては課題でしょうし、ロシア側としては、たとえやられたとしても、それを上回る兵員の募集能力で何とかやりくりして、ウクライナを圧倒しようとするでしょう。ロシア本国経済がじわじわと弱体化し、未来を失っているというのは明らかなわけですから、あとはいかにして戦場において、ロシア軍の攻撃が続かないような打撃を与えるか、ウクライナへの支援が今こそ問われている時です。だからこそ、今後のバイデン政権からトランプ政権へと移り変わるというのが、この戦争の行方を大きく左右する出来事となります。というわけで今回の動画はここまで。空では遠距離攻撃戦が行われ、陸上では各地で激しい戦闘が繰り広げられているウクライナの戦い。政治、経済、外交、そして戦闘とありとあらゆるレベルでの戦いが続いているわけですから、その行方は必ず他の地域での国際情勢へと影響を与えます。ぜひともこの戦争の行方についての情報をこれからも更新していってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。